皆さん、今回の解説へようこそ。私は毒性学者として日々様々な化学物質と向き合っていますが、今日は皆さんと一緒に安全性評価におけるまさに最初の関門をくぐり抜けたいと思います。私たちが日常的に触れているあらゆる物質、その安全性を本当に理解するには、目に見えない光との相互作用を読み解く必要があるんです。今回はその基盤となる OECD101 UV ビス吸収スペクトル試験を完全に解明していきます。ラボでの実験ステップから一見複雑なデータ表の読み解き方まで、プロの視点でクリアにお話ししていきますね。さて、早速本題に入りましょう。今日のアジェンダはこちらです。1、OECD101 の概要。2、実験プロトコル。3、吸収スペクトルの読み方。4、モル急行係数の計算。そして最後に5、専門家による安全性評価へとつなげていきます。セクション1、OECD101 の概要、見えない脅威についてです。ここで皆さんにちょっと考えてみてほしいんです。光の吸収、化学物質、そして最終的な毒性。この3つには一体どんな関係があると思いますか？この試験、単なるラボのルーティン作業だと思ったら大間違いです。環境中や人体に潜む化学物質の隠れた脅威をあぶり出すための極めて重要なステップなんですよ。光って単なる明るさじゃありませんよね。エネルギーなんです。化学物質が特定の波長の光エネルギーを吸収すると分子レベルで変化が起きます。これが光学的分解と呼ばれる見えない脅威の始まりというわけです。実際の OECD101 のガイドラインにはこう規制されています。環境における主な目的は、化合物が効果的分解を受けやすい波長について何らかの指標を得ることであると。つまり、太陽光を浴びた化学物質が環境中で分解されて予想外の有害な副産物を生み出さないか、あるいは物質そのものが光で活性化して私たちの肌にダメージを与えないか。この試験はその物質がどの光をどれだけ吸収するのかというプロファイルを作って、追加の毒性試験が必要かどうかを判断するための最初期の重要なサインなんです。セクション2、実験プロトコル。ラボの内部へと進みましょう。質の高いデータは厳密なプロセスからしか生まれません。私たち毒性学者が実験デザインで絶対に守るべきステップがこの3つです。まず、何も溶けていないブランク溶液でベースラインを作り、次に試験溶液をセットします。ここで声を大にして言いたいのが、ステップ3の25度という厳格な温度管理です。これなぜだと思いますか？実は、温度が少しでもブレると分子の動きが変わり、吸収スペクトルの形が歪んでしまうんです。世界中どこでやってもデータを比較できるように、この25度というベースラインは絶対に譲れない評価基準なんですよ。そして、溶媒についても触れておきましょう。水やメタノールだけで一つのスペクトルを測ることもありますが、より完璧な安全性プロファイルを作るときは、3つの異なる pH 条件でデータをマッピングすることが求められます。なぜかって？現実の世界を想像してみてください。酸性の土壌、アルカリ性の水、あるいは人間の胃酸や皮膚の表面。環境によって化学物質のイオン化状態は変わり、光の吸収特性も劇的に変化するからです。これをしっかり捉えることこそがプロの仕事と言えますね。セクション3、吸収スペクトルの読み方、つまりデータの翻訳です。さあ、物理的なラボワークから出力されたデータの解釈へと頭を切り替えましょう。ここからが腕の見せ所です。装置から出てくるあの波のようなカーブのグラフ。ここで押さえておくべき専門用語が帯域幅、バンドビスです。難しく聞こえるかもしれませんが、要するに一番高い吸光度のちょうど半分の高さにおける波長の幅のことです。なぜここを見るのか。それはその物質がごく限られた光だけを吸収するのか、それとも幅広い波長のエネルギーをがっつり吸収してしまうのかを見極めるためです。帯域幅が広いということは、自然界でより多くの光エネルギーを吸収してしまうリスクがあるということなんですね。セクション4、モルス急行係数の計算です。さて、ここからが本当に面白いところですよ。視覚的なグラフのカーブを客観的な数値へと落とし込んでいきます。モル急行係数 MEC。これこそが分光コード系のスキャン結果から私たちが絶対に引きずり出さなければならない究極のパズルのピースです。単なる吸光度って実は測定した液の濃さとか光が通るセルの大きさでコロコロ変わっちゃうんです。でもこの MEC は濃度と高度調で割り戻すことで計算されるその物質固有の光を吸収するパワーの絶対値なんですよ。では実際のシミュレーションデータで表の読み方をお見せしましょう。左から波長、吸光度、
濃度、そして MEC です。上の行、波長290ナノメートルのところを見てください。計算された MEC は450ですね。でも下の行、波長が315ナノメートルに変わると、急高度が上がり、MEC は一気に1200まで跳ね上がっています。プロの読声学者がこの表を見た瞬間、目は間違いなくこの315ナノメートルの1200という数字にロックオンされます。同じ濃度なのに波長が変わっただけで光の吸収力が爆発的に上がっている。これが何を意味するのか、次のセクションで答え合わせをしましょう。セクション5、専門家による安全性評価。それがどうしたの先にある現実への応用です。1000。そう、この数字です。これこそが全ての読声学者が MEC のデータを見るときに探している魔法の域値なんです。ただの計算結果を現実世界の規制や安全性評価へと結びつける最も重要なボーダーラインです。なぜ1000なのか。それは OECD101 のデータが次のステップである OECD432、つまり細胞の使った高読性試験のガイドラインと直接つながっているからです。ガイドラインには MEC が1000未満の場合、高読性試験は必要ないと考えられると明記されています。つまり先ほどの表の MEC450 の波長では高読性のリスクは低いと判断できますが、MEC1200 を叩き出した315ナノメートルの波長では高読エネルギーを蓄積して高読性を引き起こす危険性があると評価されるわけです。ということは、ここでの一番のポイントはこの評価のディシジョンツリーです。MEC が1000未満なら堂々と高読性試験をスキップできます。でも1000を超えるピークが一つでも見つかれば、細胞を使った OECD432 試験に進んで実際に毒性が出るか白黒つけなければなりません。たかが吸収スペクトル、されど吸収スペクトル。この初期スクリーニングの段階で化学物質のその後の運命が完全に決まってしまうんです。さて最後になりますが、皆さんに問いかけたいと思います。今日この OEDC101 のデータを完璧に解釈し、MEC の知見値を正確に見極めることで、明日どれだけの無駄な時間や膨大なコスト、そして不必要な細胞試験や動物試験を削減できるでしょうか。これこそが基礎的なスクリーニング試験に隠されたとてつもないパワーなんです。専門的な視点を持つことで、ただの数字の羅列が賢明で効率的な判断を下すための強力なツールへと変わります。今回の解説が皆さんの日々の評価業務や知識のアップデートに少しでも役立てば嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。